絶対にライン取れるから外さないよね、恐るべしアルファロメオですね。アルファロメオトナーレ、タイヤはですね、フロントが少し減ってますが 5.6 ミリあるんで大丈夫だと思います。はい、リアは 6.6 ミリ。タイヤはブリヂストントゥランザ T005 23540 20インチです。99、99、102、 100、100、こっち102、 100、はい、行くよ、はい、100、行くよ、 100、行くよ、 100、行くよ。100。すげえ、おー、なんだこれ、すごい。なんでアルファロメオダは効く、ブレーキは効く。普通の FF のもうタイヤとサスペンションなんだよな、ちゃんとテストやってるんでしょうね、やっぱり。っていうかもう経験的にできちゃうステアリングこういうとここうしてあげて、はいはい、まあワインディングでもだから聞けば、はい、あとはタイヤはさウェットの話だから、抵抗がなかったらこうなんじゃない。そう。はい、ステアリング先行102、100、はい、102、100です。102、ステアリング先行100、はい、 100、はい、成功。ちょっと伸びただけだ、はい、一瞬入るのが。でもライントレースは見事だね。ウェット旋回ブレーキ、恐るべしアルファロメオ。もう何なんだろうね、もう絶対にライントレースのイン側のラインからもうなんかこう磁石で吸い込まれるようにもう絶対アンダー出ないんだよね。だからちゃんと止まってちゃんとライントレースして、こういうのイタリア人がテストしてるとは到底思えないんだけど、まああるところのなんかこう肝になる技術をちゃんとやっとけば、あとはタイヤのウェット性能だけ見ればこのぐらいのことはできますっていうのがなんかもうアルファロメオのなんかこうあるんでしょうね。もうそういう方程式っていうかね、黄金的な方程式がね、だからびっくりしますね。2回目はねちょっとステアリング先行していくんですけど、そうするとちょっと ABS 騙され気味で、減圧気味なんですけど、制動距離はちょっと伸びるだけで、しかしライントレース性はもう全然崩れないですね。だからこの瞬間がアルファロメオだな。ハンドルにやっぱり BM と同じね魂が宿ってる。ホンダ ZR-V HEV FF です。タイヤこれも同じですね。フロントがちょっと減ってますがリアより1ミリぐらい、でも6ミリはありますんで大丈夫です。でアドバンデシベル V552、 100、100、100、101、101、はい、こっち103、 101、こっち103、103、 101、はい、行くよ。101、100。残念でしたね。残念ですね。やっぱ切り始めでサーンって向こう持ってはいですねかれて、ハンドル切ってるから、はいなんだろまたう、抜けて、 ABS の減速とか抜けて、でサスペンションがちょっとこう、ロールで倒れ込んで、まだまだだな、かなりいい車だと思ってたんで俺すけどね。も思ったんだけどタイヤもちょっと足んないんですかね。タイヤもやっぱこれやってんだろうな、そうですね。97、8、9、はい、100、103セット、103 100、セット、 101、103セット、 101、はい、ステアリング先行103セット、101、ステアリング先行101、103セット、101。あら、結構フロントが逃げてきますね。はい、ホンダの ZR-V で、一般道とか今までのドライのテストでは、本当に乗り心地がいいし、ホンダのシャシっていいねなんて思ってたんですけど、やっぱりこのウェットの旋回ブレーキやると、曲がりにくいし、やっぱり止まりにくいっていうのが出ちゃうんですね。
だから横力と制動力の、摩擦円で考えた時にやっぱりなかなかそこは両立できてないかなと思いますね。で最初に100キロで進入してハンドルとブレーキをほぼ同時に操作するんですけども、最初の初期のやっぱり制動力がやっぱ出にくいのと、やっぱ操作してるんだけど車が内にも向いてないんですね。だからもうそこはトナーレと全然違って、トナーレはもう拳半分切ったらスッとこのノーズが動くんですけど、やっぱりこの子はそこは動かないんで、そのまま外へ行って、4輪ドリフトアウト気味ですね。それで、曲がってるというか、そこで ABS が必死に制御が入るんですけど、やっぱり減圧気味になっちゃうんで圧力を下げますから、やっぱり制動距離は伸びていっちゃう。だからそこがなんかトナーレでやった時の方が全然路面の摩擦係数が高いぐらいの感じなんですね。だから一つはやっぱタイヤのウェットの問題がある、違いがあるのかなっていうのと、やっぱりあと制御のあり方がやっぱりその低妙判定というかね、ハンドル切ってると、すぐに ABS が減圧気味になっちゃうっていうところがあって、それはもう、でもやっぱりねヨーロッパの車そういうとこちゃんとやってるからね、もう 1cc でも燃料無駄にしたくないとか、その燃費性能の話が出ちゃうと、どうしてもタイヤメーカーには転がり抵抗の小さいタイヤっていうのをリクエアメントしちゃうから、そうですね。だからそこはいかにこれから両立できるかっていうのは、次の課題なんですけど、多分ベブになったらこれ重心下がってくるんで、むしろベブの方がそういう運動性能を上げやすいかもわかんないですね。ということで、ちょっと ZR-V にしてはいい車だなと思ってたんだけど、ちょっと残念賞という感じでした。アルファロメオのトナーレとホンダの ZR-V、 なんかこう似て非なる車なんですけど、片やホットハッチで片やホンダの方がちょっと上質な SUV という感じなんですけどね。ホンダも最近サスペンションすごく良くなって乗り心地が良くなってるんですけど、トナーレの方はね FF で、フィアットグループの中で FF って最近新しいプラットフォームが作ってないですから、なんか昔のプントの流れなのかなとかって言ってたぐらい、もう記憶にないぐらい、FF の珍しい、アルファが出てきたんですけど、でもやっぱりねお料理人がすごいとやっぱりすごい車作りますね。特にねウェットの旋回ブレーキやってみてびっくりしましたね。アルファロメオは本当にこう打が効くし、ブレーキのストッピングパワーもいいし、それが結果としてできてるのか最初から狙ったのかって言ったら、やっぱりイタリアの車だから後者じゃないかなと思うので、このトナーレとホンダの ZR-V、 全く異質な2台なんですけど、なかなか面白い結末になりました。